こんにちは。大工のしゃやんです。今回は巻き小屋を作っていきます。1500の6メーター両方から入れれるような巻き小屋を作っていきます。前回刻んだ巻き小屋を建てていきます。巻き小屋といっても小屋じゃないんです。この基礎を見てもらって分かるようにちょっと変わった形の基礎ですよね。和風の門、そういう形の薪を入れるスペースになります。では土台製からやっていきます。土台の寸法は120なんですけども、あえて10線ブロックを使ってます。というのは普通の基礎の間隔ですと土台の寸法が12線あったら15線ブロックでします。基礎が少しだけ塵を出して丈夫そうというかかっこよく見せます。でもこういう雨ざらしの建物はかえって土台の方が幅が大きい方が水が絶対にたまらんってことだよね。木が濡れてその水が基礎にたまらず下へ落ちてくれる。幾分木は腐りが遅くなりますね。はいはい。最初の話では横に枝みたいに出てるこの基礎がね1メーター間隔でしてくれるはずだったんですけども、2メーター間隔で3本抜いてありました。それとこういう基礎の場合ですと別にこんだけ立派な土間コンは打つ必要はないですね。この間は別に砂利引いてもブロックの高さだけ上がってれば薪は十分濡れることはないですし乾いてくれますよね。横のブロックは少なかったですけどもしっかりと土間コンを打った立派な基礎に仕上がってますよね。アンカーボルトの数はね必要以上に入ってたんですけども、最初に言ってなかったのが悪かったんですけども、アンカーボルトの長さが普通の長さにしてありました。今回はこの土台の上にすのこを打ちます。ですからこのザボリをしてね、このアンカーの長さを土台点より少し低くしてほしかったんですけどね、ちょっとこの打ち合わせが悪かったんでね。では土台から収めていきます。やっぱ自分で刻んだアリはしっかり効きますよね。なかなかねこういうとこでプレーカットのアリって本当に効きませんね。形だけでガタガタになってかろうじてつながってるなとしても自分で刻めば敷地は硬くなりますけどもしっかりと効きますよね。しっかり通り見て締めて収めていくんですけども、こういう四方つながってない土台っていうのはきちっと土台から土台への寸法を測り持って締めていかないとどうしても狂いがちになります。たかがこの巻き小屋ですけどね、やはり土台が肝心ですから寸法はきちっと拾ってねしっかりと止めていきます。このアンカーをサンダーで切っていきます。なかなかね土台を捨てた後にサンダーで切るちょっと切りにくいんですね。いつも家一軒で1本か2本切るかな切らないかなって感じですけど、なかなかねこんだけ全部切るっていうのも初めてですね。
そしてこういう風に仕上がった土間の上で金属をサンダーで切った場合は必ずきれいに掃除しておきます。これを残したまんま雨が降りますと土間が錆で真っ赤に変わります。絶対に忘れてはいけない後始末ですね。そしてザボリをした穴には水がたまらないようにきれいにコーキングで肉盛りしてやります。そうすればもう水がたまるってことはありませんからね。梁の頭に線メッチをしておきます。最初にねしてなかったんで、これぐらいの数ですと現場で線メッチしても簡単なもんですね。では柱を垂れていきます。柱は中央の1列だけです。横には柱はありません。そして基礎のある部分4箇所に本仕込みの筋交いが入ります。両側からきちっと支えてやるっていうことですね。筋交いは無理やり叩き込むんではなくて、柱を1回浮かしてやって楽な形で入れます。そして柱をきれいにひっつけてやって収めます。無理やり入れますとどうしても甘くなってしまうということでね。ですから無理なく入れ、そして定位置に戻す。柱に線を打てない部分は金物で土台にしつけます。金物を4ミリ程度浮き上げておいてね、そして下向いてビスを揉みます。結構土台に気を寄せてくれますね。そして唯一の大課題、胸木を収めます。2本継ぎで中央部分に入ります。そして巻き棚の受け材を入れていきます。この受け材はただ貫通をさせて真ん中を線で留めます。この上にまたすのこを貼るっていうことですね。そして上の部分の桁受けの腕木も入れていきます。同じ形で貫通させて中央定位置で線打ちで留めます。貫通させて材料を収める、きついと入らないし、ゆるいとゴソゴソになってしまいますね。押す場合でも上の部分はね、この足場を横に使うようになって危なかったですね。足場があるといいんですけど、これぐらいの建物で足場はなかなかできませんよね。そして上の腕木は中央に化粧の矢を打ってより頑丈に留めます。この矢は緩んできてもまた締め直すことができますからね。
そして桁を収めていきます。材は小さいですよね。上刃から180のタルキックでビスで腕木に上刃から止めていきます。そして継ぎ手もね、腕の上で斜めに切ってそぎ継ぎにしてありますから、2本をまとめてビスで留めることができます。そして屋根をするまでに長見方向の太刀を見ます。中央部分に巻き止めの抜きをたくさん打ちます。それによって正直筋替え代わりになって太刀は止まるんですけども、太刀を見るついでに筋替えも入れてしまおうと思います。丈夫に越したことはありません。そして最初に入れた本仕込みの筋替えもタルキックの長いビスで正面からも止めてきます。このビスは雨が当たってもね、なかなか錆びないので大丈夫だと思います。建物をしっかり固定できたので屋根をやっていきます。まず最初に両側の羽板をつけます。羽板は正面からステンレスの釘打ちで留めます。ビスでもいいんですけど、どっちかっていうと釘の方が綺麗に見えますよね。どうしてもこのビスはね、十文字が入りますしね、自分はあんまり好きじゃないですね。そして屋根板を張っていきます。屋根板はこの胸木と桁、羽板、この上に直接張ります。たるきも何にもありません。この屋根板は杉の 20mm ですね。7分板です。両面一応蹴ってあります。この上には鉄板も何にも張りません。そしてこの屋根板は釘打ちではなくてビスで留めます。桁も杉で柔らかいですしね、結構長めのしっかりしたビスで留めてやらんと風で浮き上がっても大変ですしね、こればっかしはビスで留めます。屋根板は張ってから隅を打って屋根の軒先を決めます。これ最初に切って貼ってもダガダガになってしまいますしね、こういう場合は後から切ります。屋根板を当初より少し長めにしました。そのことでこの屋根板の軒先が少しばらつくんですね。
桁から軒先までの間にもうイン三角の縁を1本沿わしてあります。それ1本入れるだけでもう軒先がなんか倍ぐらい丈夫になったような感じでピーンと変わってくれますね。そしてこの屋根板の上に化粧の胸木を置きます。これは化粧胸木でもありますし、板の胸押さえですね。これを押さえることで板はめくれず雨も入りません。格好もいいんじゃないかな。飾りですね。最後に屋根に目板を打っていきます。下見板の場合は目板って言うんですけどね、この屋根の場合は正直目板でいいんでしょうかね。とにかく目板ですね。目板を打っていきます。目板だけはステンレスの短い釘で打ちました。目板ってどうしてもこの2枚の板に1本ずつ打ちますから2本2本2本って揃ってしまうんですね。これをビスで揉みますと、ビスは太いですからこの薄い板が割れてしまうってことですね。でいくら屋根で見えなくてもビスを2本2本はちょっと面倒いですよね。そして自分はメンバーシップで大工塾をやってます。その中でこの巻き小屋の動画も作り方を一から紹介して質問も受けてます。そして今入っていただけると過去2年分の動画が全部見ることができます。お得ですよ。少しだけラーメン1杯分のお金がかかってしまうんですけども、よかったらお待ちしてます。板が入れたり壁板が入れた場合はこれが振動するとこれ舞うんやね。これで屋根ができたので今度は巻き置きの棚を作っていきます。まず下からやっていきます。土台の小口に棚受けのかち材を打ちます。かち材言っても45の120の真柱ですね。真柱の2間門を打ってきます。本当は2メーターの間にもう1本基礎があればもっと丈夫になったんですけどね。長い方向にすのこを張ります。ですからこの真ん中にすのこ受けですね。これを普通の狙だるき45の60、それを入れてやって長い方向にすのこを打っていくようにします。そして先ほどの2メーター間隔の棚受けの真ん中にプラスカを立てます。これを1本立ててやればもう基礎代わりになります。下がることはありませんね。
そしてすのこを貼っていきます。すのこ台は24ミリあります。かなり厚みがありますね。それを今回はこれちょっと間隔が狭いぐらいだったんですけども、こんだけ打つ必要もなかったかなと思うんですけども、間隔を揃えて貼っていきます。すのこを貼って完成だったんですけども、上の棚がね、なんか少し不安に思ったんですね。ちょうど野縁が余ってたので、下の筋貝からホーズへつっかい棒を取ります。これを入れることで、もう細いですけどね、丈夫になりましたね。これで少し大きめの巻き小屋できました。これだけあれば3トンに軽く2台分ぐらい乗りますね。ちょっと大きすぎてね、別の用途の建物に見えますけども、立派な巻き小屋になりましたね。ストックは十分です。以上、大工の所園でした。